はい、皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は10月3日に日食があるんですけれども、その日食に向かって私たちに今何が起きているのか、どんな学びの渦中にいるのかというような大まかな流れを見ていきたいと思います。星の解説とタロットをさせていただきます。お願いします。またね、いつもやっている前半後半の動画も別にありますので、そちらもよかったら参考にしてください。大きな流れを理解した上で、今ここなんだなっていうふうに分かると、より一層毎日を過ごしやすくなりますので、ぜひ参考にしていただけると嬉しいです。で、今回説明したいのがこの10月3日の天秤座で起こる金環日食なんですけれども、日食っていうのは年に2回ぐらい起こるんですね。で、そんなに気にならない方もいらっしゃるかもしれないんですけども、無意識に私たちっていうのはそういった宇宙のエネルギーをすごく感じていて、なんとなくだるいなとか眠いなとか調子が出ないなってなったりするんですが、それだけ外側の世界ではなく、内側でどんな気づきがあるかっていうような魂の成長っていうのかな、精神的な成長を促されている時と思うんですね。それが今ちょうど10月に向かってどういう感じかなっていうのを見たいと思ったんです。で、その説明の前にちょっと皆さんにね、考えていただきたいというか振り返っていただきたいことがあるんですけども、皆さんよくね、未来に何があるってなると、それは何が起こるんだろうという現象だけをすごく追い求めますよね。どんないいことがあるんだろうとか、どんな怖いことがあるんだろうとか。だけれども運勢っていうのは、それぞれが今までどのように自分を捉えて、この運を捉えて生きてきたかっていう、その過去の現象に応じて未来の現象っていうのも変わってくる。自分が作り出す現実っていうのも変わってくるので、ちょっと振り返っていただきたいんですけど、例えば2023年の10月に去年の10月にも実は金環日食あったんですね。ここで初めて天秤座で起こる日食がありました。で、この時に皆さんは何を考えていたでしょうか。どんなことを願っていたでしょうか。多分ですけど、その時も私は日食ですよって一生懸命言っていたような気がするんですね。で、それぞれが願うことやテーマっていうのは違うと思うんですけども、その去年の10月に願ったことっていうものがどうなったかなっていうのが、また今年の4月の日食でも何か大きく進歩したんじゃないかなと思うんです。で、この日食から日食までの間っていうのはすごくいろんな気づきがあるんですね。表面的なことではないです。内側で。内側が変化すればするほど外側の世界というのは簡単に変わったりするので、そういう意味で今年の4月9日にも皆既日食がありました。これはお羊座で起こる皆既日食だったんですね。ですから中には去年の10月に願ったこと、意図したこと、頑張ろうと思ったことが今年の4月にきっかけがあったよとか、現実に起きましたよとか、もしくは4月に新しく始めますみたいな、とにかく新しく始めるっていうエネルギーがすごく強かったので、そこで何か行動を起こしたよっていう方は、この4月5月6月のこの流れのウェーブに乗っていろんなことを体験できたんじゃないかなと思うんですね。で、もし何にもなかったですっていう方も全然心配しないでいいんですよ。外側の世界何もなくても、内側で自分がどのようなことに気づいたかっていうのがとっても大事なので、例えばすごくいい映画を見てものすごい感化されましたみたいな、そういうのもすごく大きな気づきですし、たまたまその時出会ったその人の言葉に感銘を受けましたとか、はっと気がつきましたということもあったりするので、何かね、去年の10月そして今年の4月っていうものを踏まえた上で、じゃあ今年の10月は何だろうっていう、今ここですよね。そこをちょっとね見ていきたいと思います。で、先にちょっと共通のね星のお話をさせていただきたいんですけども、もう8月の中旬ですが、8月のテーマっていうのは自分の個性とかね、喜びをもう一度再確認しましょうねっていうことで、私って何だろうって、私が求めてるのは何だろうみたいに思う方も多いんじゃないかと思うんですね。そして9月に入るとちょっと星の動きがですね、天体が結構逆行する天体が多かったりとか、また9月18日には月食もありますので、結構9月からね風向き変わるなみたいな感じがあります。ですので、もし今何かもがいてるとか、頑張ってるのに進んでないっていう風に感じる方がいらっしゃったら、9月に入ったら風向き変わるので、急にふっと楽になったりとか、何かまた気づきがあったりっていうのが起こりやすいかなと思います。
ただ結構この今年の4月そして今年の10月にかけてのこの日食のテーマっていうのは結構ね人間関係に影響している人が多いだろうなっていうふうに思うので、人を通して私たちって気づきが多いのでね、そういう意味で関係性の流れが変わってくるっていうのもあるかもしれません。でその時に注意していただきたいのは、自分が役割を演じすぎないっていうことかなっていうふうに思います。何かこだわっているとか、これを続けなければいけないみたいな、そういったものがいいんだと思い込んで続けると、9月って風向きが変わるよっていう時なので、もっと自由な感覚でいる方が自然といい風に流れていくだろうなというふうに思います。でも基本的にはね、人間関係の温かさを感じたりとか、自分が人に対して感じていた恐怖っていうものが取り除かれていくっていうような流れだと思います。流れはねゆっくりかもしれないんですけれど、その分穏やかになるみたいな感じかもしれないですね。そしてその次10月っていうのが本来の形に修正されていくような、覚悟が関係性を修復していくっていうふうに私は書いたんですけれども、価値観とか関係性の見直しのチャンスっていうことで、それもね、別にその目の前の今のこの関係性がっていうだけではなく、自分が物事に対してどのような視点を持っているかっていうことも含めです。それが去年の10月、そして今年の4月、そして今の現実があり、この現実、1年やった現実を踏まえて10月っていうのはもう一回り大きくなるか、もっと自分にフィットした現実を作っていくっていう風になっていくか、それにはどんな関わりがあるのかっていう、すごくね個人的成長が促されています、10月ね。それを踏まえた上でカードを見てみたいと思います。よろしくお願いします。ではここからお羊座さんの10月までの流れ、チャレンジを見てみたいと思います。お願いします。事前にこのカードはよーく切ってありますので、混ぜ方が足りないと思ったとしても大丈夫です。いきましょう。混ぜた上でさらにやってますのね。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。ペンタクルス3の逆、カップ7、鳳凰逆、ストレングス逆、ワンド4、ソード5の逆、そしてカップ5、気をつけることは対策がペンタクスの6とペンタクスのナイト、そしてオラクルはソード10逆ですね。なるほど。皆さん思い返していただけましたでしょうか。去年の10月願ったこと、そして今年の4月に自分が起こした行動、そしてそれが今この渦中の中で10月に向かっているというところなんですけども、一番言われているのは、自分の人生を変えるために、もしくは自分が本当に納得して生きるためには勇気が必要だよっていうふうに言われてるんですね。で、前々からね、そのお羊座さん、今自分の力を絶対信じてねとか、頑張ってねとか、もうストレングスとかよく出てきますよね。でそれ引き続きやっぱり10月まで持っててください。その上で本当に上っ面の表面的なね喜びじゃないんだと、本当の喜びだったり幸せだったり納得いくってことに、納得いく生き方をするっていうのはそれなりに怖いことなんだよっていうふうに言われてるんですね。だからその恐怖に負けないでみたいな感じで言われてます。これはもう本当に怖いんだけど頑張って死ぬ気でやったら夜が明けたよみたいなカードなんですね。若干ちょっと刺されてびっくりするようなカードに見えるかもしれないですけれども、それぐらい自分自身の改革っていうのは、意識の改革もそうだし体の改革もそうだし人生の改革っていうのはそれぐらい生半可なもんじゃないみたいな感じなんですよね。強いプレッシャーや圧力や恐怖があればあるほど、それが解かれた時の喜び、解放感、豊かさっていうものは大きいので、ちょうど本当にこの去年の10月4月今年の10月にかけてのこのお羊座さんの流れっていうのはとても大きなねチャレンジなんだよっていうふうに言われています。でそれをスイスイとね、もうスキップしながらいけるかってそういうわけではないよと。もしかしたら4月から始めたことっていうのはウキウキするようなことだったりとか、すごく楽しいことだったかもしれませんが、それでもやっぱり
本当にそれを定着させるとか完成させて次のステージに行かせるよっていう時に出てくるのは自分の要するに安全地帯というかセキュリティベースから出ますかっていう時に怖いですよね、人ってそこから出るのが。だけどその出る準備ができてますかとか自分の限界を超えるためのチャレンジが用意されてますねっていうふうに言われているので、これは素晴らしい、もう磨かれてるって感じです。もうこのカードの私は一番どこに目が行くかというと、剣がもうキラッキラ光ってるっていうとこなんですね。刺されてる人間の方じゃなくて。なのでご自身では怖いかもしれないし辛いかもしれないし体がしんどいということもあるかもしれないけど、でもそれによってものすごく磨かれるし想像以上の進化が起こるんだなっていうふうに思います。うわすごいですねこれはね。そしてその上でのまずそれが一番大事なことです。なので苦しいとか悲しいとかっていうその感情に溺れないようにしてくださいね。その感情に飲まれてしまうと、その出来事を通して得られるであろう私たちの恩恵や気づきや広がりっていうものが感情に飲まれてしまってなんか見えなくなってしまうので、まずは不安な気持ちとかそういった見えないことにあんまり飲まれないようにしてくださいっていうことです。そして言われているのは、ここから8月9月10月の間っていうのは、ちょっとスローペースでいきますという感じがします。一気にすごい勢いでっていうのではなく、これまでのペースに比べたら少しスローかもしれません。ただ本当に大事なものとか本当に神聖なものを作るのは急いでやる必要なんてないですよね。もうじっくりゆっくり納得して作り上げていきたいし、いろんな要素っていうものを入れながら完成させていく必要があるから、あえてゆっくりでいいんですよと。そしていろんな条件だったりとかいろんな人の意見だったりっていうのももしかしたら入ってくるかもしれませんが、いいんですそれでみたいな感じです。そして感情に飲まれないっていうことともう一つと、それともう一つやはり自分の人生は自分次第でいくらでも変えられるわけだから、それを忘れないでねっていうふうに言われているような気がします。要は希望を絶対に捨てないでねっていうことですね。もうダメなんだ、もう嫌なんだって言って安定の方に行くというよりは、前も言ったような気がするんですけど、その自分の思考の中での喜びじゃなくて、もっと大きな海原の未知の喜びの方に連れてって言ってくれてるみたいな感じの時だから、それに対して怖いって思うとは当然なんですけども、そこにもし希望や期待というもしくは喜びというものがあれば、それを軸にそれを後悔してる中のコンパスにしていける、羅針盤にしていけるので、それ十分持っててねっていう感じです。なので今力があるっていうか、不可能を可能にする力って誰でもあるんですけども、それをやっぱりまた信じにくくなってるような感じもしますね。そして8月はね、自分を信じてねっていうか、喜びをね、自分の喜びが大事だよって言われているので、自分の喜びに忠実にいてください。思うんですけど、皆さんね、やっぱり未来のことを心配して今ちゃんとしとこうっていう方が多いと思うんですけども、今がどれだけ超えているか、どれだけすごい深い深度の喜びや愛情を感じられるかによって、その記憶や体験したことっていうのが私たちの魂や細胞に染み渡って、その感覚があるからこの先やっていける。この先がどうなるかっていうことではないんですね。なので今この10月までの流れっていうのは、そのね、真となるどれだけ深い喜びや愛情や豊かさを自分に体験させてあげられますかっていうのがとても大事みたいです。それによってまた10月からの流れ変わるよっていうことなので、感情に溺れないようにしてくださいね。そしてここからですね、やっぱり8月はまだまだその喜びたくさんあります。またね、8月後半の動画も参考にしていただきたいんですけども、そして8月の23日以降っていうのは、よし頑張るぞみたいな、日常生活コツコツとやっていくぞっていう形ですごく現実的な流れが始まってますね。でその現実的な流れってなると、急にまたね、その喜び事を忘れてしまいそうになるので、そこだけ注意です。なんて説明したらいいんだろうか。振り子のような真ん中に軸があって、振り子のような感じで行ったり来たりするような感じがあるんですよね。感情がポジティブにいったりネガティブにいったり、期待を持てる時もあれば持てない時もあるみたいな。でそういう時って惑わされやすいですけれども、要するに何かがもう絶対にはっきりしていて、このまま行くんだっていうような感じではないんですよ。もちろん未知です。それは未知なんだけど、
周りの出来事で何が起こるかっていうのが大事なのではなく、要するに、自分が本当に望んでるものに対してここから沿っていく、沿ってそこに合わせていくみたいな流れがあるので、その本当に望む自分っていうものと現状に対してもし少しギャップがあるとしたら、そこを埋めていくためにはタフな自分にならなければならないかもしれないし、もっと楽観的にならなければならないかもしれないし、もっと、ゆったりと構えなければならないかもしれないし、いろんな学びがある中でカードが言ってるのは結構ゆっくりっていうふうに言われてるんですね。ゆっくりです。ペンタクルスって、ここでもペンタクルスのナイトという形でゆっくり進んでいくんだよっていうふうに言われています。ここでもそうです。何がはいこれしたからはいこれがもらえますとかいう、そういうただギブアンドテイクみたいな損得の関係ではなく、関係や出来事ではなく、自分の人生のなんかこう軌跡を一つずつ作っていくっていうのは時間のかかるものなんだよっていう感じがするので、その時間をかけていく中でおそらく感情や思考が行ったり来たりするんだろうなと思うんですけども、まず一つはここでソードの5というカードが出ていて、なんか自分はそれを受けたらダメなのかなと、これ前も出ましたっけ、自分はその喜びを受けちゃダメなのかなみたいな、なんか受け取り拒否してますっていう感じがするんですよね。なんでって感じ、でまたペンタクスのエースが出てきてますし、ここでもカップの6のが出てきたので、やっぱね、感情をどれだけ自分がコントロールできるかっていうのもすごく大事みたいですね。それはそうですよね。またね、細かい2週間ずつの動画の方でもまたお伝えしていきますけれども、10月以降おそらく忙しくなってくると思います。いろんな話が来たりとか新しい流れが来るので、その前にやることやっておきましょうということで、9月は日常生活をしっかりこなしながら新しい風を感じていくんですね。なので8月までの間にある現状っていうものを無理やり維持しようというふうにしないでください。9月は9月の風が吹くぐらいの感じ、自分もやることやらなきゃいけない、今までとはちょっと景色が違うみたいになりますが、その時に私はこれだけしかもらえないんだとか、これだけ自分の喜びはこれだけしかないんだみたいに思わないでくださいね。そのコツコツやっていく現実の中にまたね、ゆっくり時間をかけてやっていく中で、それが後で完成するっていう感じ、そこまで積み上げていく時間が必要っていう感じがします。なのでその途中でめげそうになったり感情に溺れたりしないでねっていう感じ。もしですけど自分が感情的に溺れてしまったりとかちょっと悲しいなと思うようなことがあったとしても、それは必ず報われるんですよって感じで言われてるんですね。カップの5からカップの6ですからね。しかも逆位置なので、自分ではああって思っていたとしても、ああって思ったそのこぼれた感情の中に実は未来につながるものすごい豊かな感情があるんだよってことなので、ああって一回思わない限りはその次の喜びにつながらないっていうことなんですよね。なのでそこは全然心配しなくていいんです。ただね、日常の喜びがどのように皆さんが感じるかなんですけど、私が思うには表面的な喜びで満たされるんじゃなくて、ここは一つ本物の喜びの方に自分をシフトさせましょうよっていう感じかな。本物の喜びのためだったらちょっと一時的には頑張ろうよみたいな、そんな感じです。それをなんかオラクルが言われてる気がします。本当の人生にシフトしていくための、期間ですね、ここは。でしかもこれはね、一人で頑張らなきゃいけないの。10月の以降はパートナーだったりとかその協力者だったりとかっていうのがあるんですけど、この自分の学びっていうのは自分の課題っていう感じがして、自分で自分の感情をコントロールしましょうねとか、他者に感情を満たしてもらうというよりは自分でなんとか自分自身を保っていきましょうねっていうのが一番大きなテーマな気がしますね。そんな感じです大丈夫でしょうか。はい、また細かいやつはいきますので、別の動画で撮りますので、ちょっと最後にもう一枚引いとこうかな。ちょっとこれにしよう。細胞もね、やっぱり壊れて再生するみたいな感じじゃないですか。
家もねリフォームする時は一旦壊しても建て直すっていう感じがあるので、何かをやっぱり一旦ちょっとその自分の中でその恐怖だったりとかそういったものを体験し尽くして新しく生まれ変わっていくんだなって感じがしますので、その一時的なねものは恐れないでください。手術と一緒ですよね。手術する時って怖いですよね。自分の体にメスを入れるっていうのは。でもそのメスを入れた分ものすごく良くなるっていうのと同じような感じ。そしてもう一枚補佐で引いたのがやっぱフールというカードなので、もうこれは本当に無限の可能性があるんです。無限の可能性。これはもっと自由でいてねっていう感じ。その自分がこうあらねばならないという思考の中にいると、あれができてないとかこれがこうだとかっていろいろあるかもしれないんですけど、もう全部それは幻想かもしれない。本当の自分っていうのはもっと素晴らしくてもっと自由で、ここから何かが生まれてくるかもしれないので、とらわれすぎないでねっていうことと、その今思ってる可能性やある出来事っていうものが形になるにはもう少し時間がかかるんだと、むしろ時間をかけた方がいいんだっていう感じがするので、とにかく余計な思考はちょっと置いといて、自由な感覚の中に身を置いてください。楽しそうですもんねこの人ね。はい、ということでここまでにしておきたいと思います。また次のねもうすぐに出ますので、次の8月後半やもしくは9月の動画もご覧いただけると嬉しいです。もし何かしら良かったよとか分かりましたという方はぜひいいねボタンやチャンネル登録、そしてコメントで教えていただけると嬉しいです。ということで今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。